興味があって近づくならそれなりの覚悟は必要ですよと。おはようございます。おはようございます。にゃんとにゃんとにゃんじゃないけどね、クマだけどね。富山県富山市の奥田神社様、ご招待いただいたとこね。そこの宮司様からなんとマス寿司を送っていただきました。ちょっとね、体調悪かった時にね、いろいろご連絡とかね、心配させていただいた時に食って元気になってくれっていう感じでいただいたんで、早速いただこうかなと、はい、うちら地方行ってもさ、お土産買わないんだよね。お土産と言ったらあれやけどさ、ぬいぐるみとかさ、服は買うんだよね。でも食べ物って買わねえなと思って、なかなか。じゃあ俺お茶を。なんとびっくり、玉露ではありません。玉露って何？この上置いたら絶対倒すやつ。すごい、めちゃくちゃ立派、すごいよこれ。おう、イエーイ。おうイエー、すごっ。何これ。取る。不吉祥が出るね、不吉祥が。危ねえ。貧乏症でこういうのもったいなくて捨てれないんだよね。なんか使えるんじゃないかとか思う。ガチな竹だ。そう、殺菌作用もあるしね。へえ。高いよ。いい匂いする。もう一回言うよ。もったいなくてなんか使えんかなって思いとく。これもったいないよね。使えるよね多分。これなんか取り方あるの？頑張れ。頑張れ頑張れ。はいはいはい。外れてるでしょ。いや、こういうのさ、俺が淡々とやるんじゃなくてさ、やったことない人にやらせるのがいいんだよね。やったことないです。明らかに。はいはいはい、これは俺のおもちゃになります。開けます。匂いがいい。匂いがええの。すごい。いや、それ酢飯だから。これをひっくり返すの？あ、そういうこと。このまま食べるんじゃないの？ひっくり返すの？ひっくり返っても多分くっついてるから。うわ、すごい。うわ。はい、どうぞ。サムネ撮っとこう。はい、こんな感じです。すごい。これで食べるね。いや、これで切るの。ちゃう。これでバーッと切ってくっていう。こうやってケーキみたいに。そう。まあ醤油つけたりして食う人もいるけど、このまんまかなって。全然違うとこ切ってるんだけど。下から見てたから、これどうしよう。もういい？これいいよ。全然真ん中じゃなかった。三角？まあ三角。ケーキでいいの？ケーキっていう、まあ三角。そう、場所によってはさ、その四角く一つずつその作るとこもあるしね。はいはい。
いやそもそもこれ切るやつだからさ、切ってそれで乗せようってこの幅で無理でしょ普通無理ちゃう。お皿そっちでしょこれ箸で取れいいやん。箸で取れいいやつチャレンジャーやな。相変わらずひん曲がってますこれなかなかうまくやれないんだよね。一度調べたけどさ、こうやってゆっくりやると割れるつけど、無理俺成功した試しないもんあ、お茶がうまい。まだ飲んでない。これもいただき物のやつ。そうだよ。だってこのコップじゃん、湯飲み夫婦茶碗と一緒にいただいたとこの人で、この中身のお茶はまた違うイベントの時に、お茶やってるんで、ぜひって言って大量にもらったというか、そう美味しいんやと。これ美味しい。いただきます。いただきます。まあ薄いと思ったら醤油ちょっとつけて食えばいいけどね。このまんまでかじるのあんまうまい。油のっとうね。うまいわ。うまっ。やべ、うまっ。腹減っとるのもあるけどうまい。やべ、うまっ。おかわり。うまい。しまったな。説明しずに愛知に全部さやらしたらおもろかったか。開け方からさ、切り方からしまったな。多分あのままも食べてるよおし食ってるああかいがうまっ。体調崩してからさ、ろくなもん食ってないよね食べれんかったしね。なんか無理やり詰め込んどった感がね、あってうまいわマジで。そう、いろんなそのつながりができた方、お仕事的につながりができた人がもう心配してくださってさ、あれこれ送ってくださってさ、だいぶ食費が浮きました大きいよね。でも大きいほんと何でも高いもんね。うまい。いい感じ冷えたこの塩梅もね、ちょうどいいよ。おばちゃんもう一杯。おばちゃんもう一杯お願いします。かまぼこと緑茶があればいいありがとう。まあいくらその笹とかさ殺菌をしとるとはいえさ、早めに食わんとね埋もれましたちょっと埋もれました。どこ行ったの？ここ救出だから力の制御ができないとこうなるの。俺は破壊しないでください。脆いだけです。もう包丁持ってこんのか。箸だとちょっと切りにくいよね。難しいかな。ピザならね、ます寿司何枚いける切られどう切ろう。マジうま。ちょっといびつな形になるけど、よいしょ。まあどっちみち全部食わんとかして、全然バダバダ食べれます。なんか思ったよりさ、油乗っててうまいんだよね。うまい。ご飯もちょうどいいね。
スの加減で、塩分とさ糖分の、バランスがすごい、うまい。なんか遠征行ってもさ、食べ物系買ってもさ、戻って食えるかと思って買わないんだよね。あやちんとことかさ、お土産をちょこっと買ってくことはあるけど、自分たちはねあんまりないね。なんだろう、ふりかけぐらい買ってった。あ、違うか、あれも親父に買ってたか。俺って買ってんやな。牛タンのサラミを買った。変わったもんがあって牛タンのサラミがあったから、あれ買ってあっという間に食った。それ宮城行った時？まあ仙台ではないけど、あそこは宮城県行った時のちょうどホテル、大乾燥で買ったやつじゃなかった？多分、たまに食べると美味しいんですよね、ああいうのは。結局毎日はやばい、あれは。あれ本場の牛タン食ってないよね。うまいわ。大乾燥さ、もう一回行きたいね。もう一回行きたい。マジでさ、めっちゃうまかったんだよね。ビュッフェでさ、やっぱ全部手作りって難しくない？もうほぼほぼどれ手作りじゃないのって探すぐらいだったもん。すごいよねって。この間さ、お風呂入っとった時にさ、どこの？家のはい家のボロ屋のね。なんか白いさ影見たよね。あれか。先に愛知が気づいてたんだけど、窓のところ、同時か、気づいたんだけど、気のせいだろうと思って窓にね人影みたいな白いのがシュンって動いて、なんか目に映ったなと思って、気のせいだろうと思って、そしたらちーがそっちの方をじっと見てて、もしかして白いのって言って聞いたら、そうみたいな、かなりはっきり強かったもんで、何だったんだろうと思って。ちょっとあれは分からんかったよね。でもちーが言わなきゃ多分愛知では気のせいで終わってた、なんかそういうのってあるんだなと思って。そう大体気のせいで済ませちゃう普通の人、でも言葉として昔からあるけど、触らぬ神にただいなしてね、よく分かんないものは関わんない方がいいよっていう、それでいいってことだよね。そう、興味があって近づくならそれなりの覚悟は必要ですよと。どんなことでもだいたい夢とかさ、憧れってさ、一番初めなんていうのか、宇宙飛行士になりたいだとかさ、俺は結果的に料理人っていう形をなったけど、あれは食いっぱぐれないよね。衣服とかさ、アパレル系だとさ、なっても食べれないじゃん。でも飲食業なさ、最悪さ、そこで働いてればさ、食べるもんには困んないよねっていう考えでそれを選んだっていうのが大きいんやて、だから料理人になりたいっつってなったわけじゃないんやて、正直な話を言うと、生きる術の過程、どっかでも言ってんだけど、その食事がまともじゃなかったから、安くうまく量が食えるものっていう考えで行き着いて、じゃあお金かかんなくてなおかつ食いっぱぐれないようなとこっていうことを考えた。でもその中で憧れを持ってさ、料理人だとかさ、宇宙飛行士だとか運転手だとかさ、美容師とかになるやんか。だいたい一番初めは憧れやん、でいざ現実で学ぶとかなると絶望を感じる。それで折れる人は大概諦めちゃう、だから夢とか叶えることって綺麗事だけじゃないっていう、必ずその苦難セットで夢を叶えなきゃいけないっていう、いざこれをやりたいってパンってやる、無理やんだよ。ケーキ屋さんになりたい、お花屋さんになりたい言うのは簡単かもしれないじゃん。でお金貯めてやるとするじゃん。そうすると今度仕入れだとか維持費だとかさ、それこそそのケーキ屋さんだと小麦とかバターってさ、輸入に頼ってるもんで、もう国の政策でコロコロ変わって振り回される、夢じゃ済まないよねっていう、で現実を見てへこんで落ち込んでやめていくっていうのもあるし、だからって一番初めから夢を見ずにその現実だけ見て地獄を見てやめるっていうのはちょっと話は違うのかなって、本当に叶えたいものはやっぱ精一杯さ、あがいて手に入れること、与えられてポンとさ、お店やる人もさ、俺何人も見てるんやて。親がお金持っとってさ、子供が何々だよってポンと出して自分が上に立って、で人を雇ってポンポンお店やる、もう三流四流五流当たり前でも潰れない、親がお金持ってるから、だってさ、本当に美味しくて値段がそこそこの値段のお店ってどんどん潰れてかん、潰れてくね。
それなのに高いは味がそうでもないのはなぜか続いてる、いつまでもって。バックが違うんだよねっていう。レッチと出会ってさ、もう俺が本当におすすめするお店って結構あったんやて。それこそデートなんていう考えも概念もなかった時代ね、俺。今はあいちとどっか行きたいとか思っとったけど、俺にとっては値段が安くて美味しくて量があって、このクオリティですごいわっていう思っとったお店が何軒も何軒もあるんやて。それこそね、紹介しようかって思うぐらい、でもみんな潰れちゃってる。やっていけないんだよね。コーヒー屋もしかり、オムレツ屋もしかり、ハンバーグ屋もしかり。食べてよかった？いいよ。ほんでもう昔すごい美味しいさ、イタリアのお店があったんやで。そしたら代が変わった途端にもう悪いけどくっそまずいんやて。で値段は 1.5 倍ぐらいになる。それでもなんとかならんかと思ってちょこちょこ行ってた。でやっぱ客は減ってく。でも昔の常連は近くとかさ、それ恩義があるもんでよく来るんやて。そうすると噂を呼んで客が来る。でも来た人がその味この程度でこの値段って言って減るけど、でも昔の常連の人がまた来るもんで車が止まってる。そうするとまた流行るって、この浮き沈みがすごいんや。そっか。やっぱ飲食業ってのはさ、地元の人を味方にすると一番大きいんだよね。親方って言ったらおかしいけど、マスターの先代の人の作るもの何でも美味しかったのに、その後がちょっとなんか自分のこだわりを出そうっていう人も多いよね。何でもさ、その料理をやっとったからそうなんだけど、自分が感じてうまいと思ったものが全員うまい保証がないんや、ね、だからそれに合った人が来るなら別にいいんだけど、まあねっていう明らかに先代の味を知ってる俺にとってはあそこはちょっとかなり残念かなっていう。まあその人自身がね、その味があまり好きじゃないんだったら自分の好きじゃないものを作っても仕方ないんだけどさ。だからなかなか味ってのは伝承されないのかなっていう。難しいんじゃない？だって作る人が違えば違うしさ、まあそうだよね。同じ材料を使ってもその火入れのタイミングだとか切り方で味が変わっちゃうからね。漬物がまさにそうだった切り方で何これと思ってさどうやって切ってたみたいな。つい最近の漬物か。ちゃんと動画見てから切ればよかった切り方でこうも変わるんだと思う。変わるよ。ちょっとかわいそうに。別にそんな力入れたつもりなかったんだけど。よしよし。普段ちゃんとセーブしてるつもりだったんだけどねじゃあついでにこいつもへし折っとく、ね、今まで使っとったやつよこれ。1本が2本。はい。そういう時って気使ってる？わからん。なんか一瞬さ空間がさ静まるんだけど。無意識で使っとるかもね。一番最初が特にそうだった。ここまでやりましょう。いきます。どういうだっけ？危ない。こっちか。ここで支えようとしてるからダメよ。これ3本だけ。いきます。だ。まあ仕込んでるんじゃないかって言われるとあれだから、これやるね。これ今カットなしだよ。カットなしだよ。言っちゃ悪いけど、あやち結構力ある方だからね。結構あるよ。結構ある方だよ。指の力が特に。でもこんなとこ使わないからね。そう。ピンチ力はあるはずなんだけどな。痛すぎるんだよね。骨もろい。痛。それはね。それはね。誰でもできるって。とりあえずね、怪我しない程度にお遊びなんだよ。俺にとっては。マジで痛い。こうやってやるのは当然できるよね。だってこうやって細くなって短くなってこんだけ力いるんだよ。だから今長さ的にこうでしょ。これは
余計硬いやろ。指気がすんだよ。お遊びやで、お遊び。本当にこれは俺にとっては。ってことで、ありがとうございます。ごちそうさま。ごちそうさまです。こんな美味しいものを送っていただいて。美味しすぎる。あとはやっぱ送ってくれたっていうね、気持ちが嬉しいね。本当心配してくださってね、もうありがたいことで。友達いないんで、うちら。いないんで。タニタニしかいないんで。ちょっとタニタニの方もね、心配なことが起きてね、いずれ報告できるかなと思って、9月になってさ、報告しよう、会いに行こうと思っとったんだけど、向こうから連絡あってね、ちょっとまたこれは後日問い直すかなと思ったんだけど、まあ本人はね元気なんだけどね。そう、本人はね、俺の方がメンタルやばいんやて、ね、まあここでちょっと言わせていただくと、前々からお約束していただいてた方がね、ちょっとなんか連絡後編忘れられとんじゃないかとかあるけど、全部覚えてるんだけど、ちょっとね、申し訳ないっていうか、ついていかないというか、もう8月あれからね、ずっとちょっと体調がおかしくてね、だからなんとか今の目標的にはね、セミナーを控えてるんで、そこまではなんとか動ける状態にしようか、なんかちょっと暗い話になってるけど、まあ本当ありがとうございます。ありがとうございます。なんて読んだらいいんだろう。なんて読むんだろう。米久？米久？米久かな。読み方間違えてたらごめんなさい。美味しかったです。めっちゃうまかったわ、マジで。マジでね、バランスがいい。油と糖分と塩分のバランスがいい。むっちゃええわ。うまいっす。うまいわ。お米も富山県産って書いてあるね。富山県産、マス、酒類、米酢。期限は短いのでね。期限短いんで、気になった方はぜひ買ってください。地元からは有名なのかな、これ。かな。ぜひぜひ。ぜひぜひ。富山旅行行った方でも、気になった方はどうぞ。ではありがとうございます。ありがとうございます。なんか散らがって汚いけど申し訳ない。なんかでは失礼します。失礼します。